ございます。こんにちは。1月の22日の金曜日です。今セントラル来てます。すごいね、今日昨日の晩からね、昼休み、こんな感じですね。今日はね、ちょっと違うビデオを撮りに来たんですけど、その前にですね、ちょっと最近YouTube でですね、韓国の女性の YouTuber がですね、なんか大食いの人やったかな、なんかちょっと覚えてないんですけど、キムチをね、食べるので、彼女はキムチが好きで、キムチのことをすごく韓国の食べ物でという話をしてたんですよね。でそれをですね、中国の YouTube 見る人からですね、すごくクレームがあったと。でこれをですね、日本語やとか英語やとかで言ってしまうと何のことなんやろうなというふうに思うんですよね。日本語で言ってしまうとですね、彼女はキムチは韓国のものだと言ったと。はい、それにですね、中国の人たちが頭にきて、キムチは中国のものだというふうに言ったということなんですね。なんか話が構わないですよね。みんな知ってるのはキムチは韓国のものということなんですね。中国のものだと思ってる人ほとんどいないですよね、世界で。そこが一つここで何の話やろうなっていう話なんですよね。でこれをですね、ちょっと分析してみるとですね、2つのことが言えると思うんですね。まずはですね、この話を日本語でするからややこしくて、中国語でしたらいいと思うんですよね。文章でですね、おそらくその YouTube、韓国の YouTube をですね、中国語に翻訳してですね、それを中国の人たちが見たということなんですね。はい、キムチをですね、中国語に訳すとですね、要するに中国ではそういう訳し方をしないんですよ。中国はですね、おそらく韓国のパオツァイっていうのが漬物ですよね。パオツァイって書くと思うんですね。韓国のパオツァイ、はい、それかもうパオツァイだけしかないと思うんですよ。でそれを見た中国人はですね、パオツァイってというか、もうあれはパオツァイと思ってるんですね、キムチじゃなくて。パオツァイっていう漢字があったら、これは中国のものだと思ってしまいますよね。パオツァイは中国の、それは当たり前ですよね。そう思ってますよね。でもそれが問題であるんですよね。中国語っていうのは非常に問題があってですね、外来語を使わないんですよ。だから全部今まで過去にあった文字で置き換えてしまうんですね。例えばですね、パスタですね。パスタは中国語でイーファンって言うんですね。なんでそうかというと、イタリアのイですね、それの粉がイーファンということになってしまってですね、イタリアの麺ですよね。だからパスタというのがないんですよ。ということはですね、あれもですね、麺だけ聞いてしまったら中国人ですね、みんなあれは中国のもんやと思ってしまうんですよね。ここにですね、中国語ってすごく難しいところがあって、全部自分のものに取り入れてしまうと、漢字に置き換えてこれが一つ。もう一つはですね、翻訳にも問題あると思うんですよね。日本と中国であんまりそういう問題が起こらないというのはですね、中国漢民族ですよね。漢民族が日本に留学行って、でその留学した人がですね、日本の文化も生活してたんでよく知ってる。でそれをですね、中国人に分かりやすく翻訳するっていうのがあるんですけども、韓国語についてはですね、大体が中国に住んでる朝鮮族がやってるんですね。で朝鮮族は中国人です、パスポートで。でも中国人少数民族です。彼らですね、要するに民族的な生活をしてるわけですよね。漢民族の生活はしてないわけですよ。で言葉が、韓国語が
要するにまあ分かるんですよね。まあ要するにいろんなこと、まあ違いはありますけども、大雑把に分かる。彼らが訳すんですよね。で彼らの訳し方はもう直訳なんですよ。ということは中国の漢民族の生活様式をあんまり知らなくてですね、むしろ韓国の方によく知ってるということで、それを訳してしまうんですね。だから何の気遣いもなくですね、翻訳してしまうっていうのがあると思うんですね。だからそういう意味でですね、いろいろ難しいことがあるんじゃないかなと思ってます。いろいろありますよ。じゃあ日本も漬物ありますよね。日本の漬物っていうのは、漬物っていう漢字がですね、実際中国の漢字と違うんですよね。漬けるものでも漬物っていうひらがなでですね言っててですね、それを中国が訳すとやっぱりパオツァイになってしまうんですね。だから日本のパオツァイになってしまう。パオツァイっていうのは、パオっていうのがですね三髄形に包むんですよね。ツァイっていうのが野菜の菜ですね。パオツァイになってしまうということでですね、またそれもなってくると、たくあんってじゃないですよ。パオツァイ中国のもんですということになってしまって、かなりそういう誤解が起こるんじゃないかなというか、誤解を招きつつ、要するに中国と日本両方一緒に知ってる人、そうないですよね。そんな人がですね、そうじゃない人のために分かってもらうための方便だと思うんですけども、それが要するに誤解を生んでしまうというようなことを今日はお伝えしたかったんです。で今からですね、この IFC に行ってですね、その後ですね、あそこ行こうかな、マンダリンのところ行って、その裏のですね、あそこへね、ランドマーク行ってで帰りたいと思います。そしたらまたよろしくお願いいたします。もうちょっとこのかな、ちょっと歩いてですね、向こうの IFC まで行ってみましょう。暑いんですよね。もう20度以上ありますよね。あれほら CZ バンク浙江省の銀行ですね。こんなんも中国から香港に来てますけど、まあ見ないですよね。要するにそれだけ中国からの投資が多いということなんでしょうけどね、その路面のですね銀行業務というのは行ってませんがね。IFC に行って、このとこ何をするんでしょうね。ビル建てんのかな、建てんやんかな。こういう香港って干拓をやってきたと思うんですよね。もちろんこういうとこなんか全部昔海やったと思うんですけどね。今日の朝ちょっと考えてみたんですけどね、このアップルショップですね、下に車を通ってるんですよね。こんなアップルショップ世界にあるんですかね。どうなんやろう。あんまりないような気するんですけど、ということで今日はですねセントラルからお送りいたしました。ちょっと違う別の、何やったっけ、映像をちょっと撮りたいと思います。それではここら辺は、ここはワールドワイドセンターですね。リトルフィリピンです。リトルマニラと、すごいですよ、ここは。こんな感じですね。ここは IFC ですね。久しぶりにですねセントラルに来てきました。何もないんで家帰ったワールドワイドハウスっていうのがですね、これもフィリピンの銀行ですね。
北海銀行いうのもできましたね。まあ、関係ない思いでいいんだけどね。ということで今日はですねこんな感じです。はい。電気寿司と吉野家ありますね。あそこマクドがあって、あとチャーター。あったかいなぁ、暑いなぁ。韓国のクッケトンソンクーリエですね。行ったことないな。今からですねご飯のお時間ですね。あっちこい車鈴木のあたりにちょっと霧が晴れてきたかな。暑いよな。半袖でもね。何してるの。暑いな。